ずんだもんと紬の FM タウンズって何なのだ？中級編。皆さんこんにちは、ずんだもんなのだ。春日部紬だよ。今回も FM タウンズの紹介を続けていこうと思うのだ。実機もないのに続くんですか？そう言うだろうと思ってこれを用意したのだ。見つかったんですか？買ってしまったのだ。マジですか？マジなのだ。ということで早速起動してみるのだ。まずはフロッピードライブのカバーを開くのだ。そしてスイッチオンなのだ。メモリは初期搭載量の 8MB だったのだ。画面が進みませんよ。CD ドライブが壊れているみたいなのだ。ダメじゃん。タウンズの持病みたいなものだから想定内なのだ。試しに別の CD を入れてみるのだ。ちなみに今入ってるのはタウンズ OS の CD なのだ。なんか黒い画面だ。CD のトレイを開けたからフロッピーから起動し始めたのだ。MS-DOS6.2 が入ってたみたいなのだ。 SM-DOS？ SM ではないのだ。マイクロソフトディスクオペレーティングシステム略して MS-DOS なのだ。なるほど。 MS-DOS は GUI な OS なのだ。キーボードからコマンドを入力して使うのだ。そこで2つ目の問題なのだ。キーを押しても反応しないのだ。ダメダメじゃん。キーボードは昔使っていた FM タウンズ 2UX のものだけど互換性があるはずだから多分どちらかが壊れているのだ。どうするんですか？後で考えるのだ。まずは別の CD を入れてみるのだ。そしてリセットボタンをポチッとな。今度のは動きますかね？わからんのだ。反応がない。ただの屍のようなのだ。あらら。CD 側の問題の可能性もあるのだ。そうですね。なので他の CD も試してみるのだ。列車で移行3なのだ。前も少し話したと思うけど鉄道を敷設して豆腐を輸送するゲームなのだ。何ですかそれは？詳しくはゲーム紹介の時にやるのだ。楽しみですね。これが治ってからね。やっぱり起動しないのだ。本体のせいですかね。フロッピーも取り出してハードディスクから起動してみるのだ。見づらいからキャプチャーするのだ。なんか表示されてますよ。ふむふむ。ハイメモリ領域は使えませんと書いてあるのだ。そのせいで EMM386 も組み込めないと。意味がわかりませんよ。つまりこれはあれなのだ。本体の電池切れで拡張メモリの設定が消えてハイメモ室が動かないのだ。どういうことですか？簡単に言うと電池が切れて大事な設定が消えたのだ。分解してコイン電池を交換しないと使えないのだ。ダメダメダメじゃん。長期間電源をつないでないから仕方のないことなのだ。これもタウンズにつきものなので想定内なのだ。そうなんですか。結構ばらさないと交換できないこと以外は問題ないのだ。
アイコンファイルの読み込みに失敗しました。メモリドライバーが動いてないからね。 640KB のコンベンショナルメモリしか使えないのだ。どういうことですか？メモリが満腹ということなのだ。なのでこれ以上処理ができないのだ。今風に言うとメガがないなのだ。なるほど。これはさっきも言ったけど電池交換で解決するのだ。治るんですね。それは治るんだけど、ここで悲しいお知らせが。継ぎはなんですか？マウスがないのだ。家の中を探したけど見つからなかったのだ。ゲームパッドでも操作できるけどこちらも見つからなかったのだ。捨てた覚えはないから多分どこかに埋まっているのだ。片付けしましょうね。ということで問題点を整理するのだ。まずは本体の話をまとめるのだ。一つ目は CD、ROM ドライブが壊れているのだ。これは昔からよくある問題なのだ。90年代の後半にはすでに話題になっていたのだ。なので解決策も知られているのだ。どうすれば治るんですか？レーザーの調整かコンデンサの交換で治るのだ。治るというか延命なのだけど、レーザーダイオード自体が弱っている場合は厳しいのだ。その場合は CD ドライブ単体なんかまず売ってないからニコイチするしかないのだ。ニコイチ？同等の機種を手に入れて部品取りにするのだ。ことわざにもあるのだ。半額食品とジャンク品は2つ買え。聞いたことないですけど。それはともかく、どうしても治らない場合は外付けドライブをつなぐという最終手段もあるのだ。なるほど。2つ目はマザーボードの電池切れなのだ。なぜか CMOS 電池とも呼ばれるやつなのだ。これは普通のパソコンでもよくある話なのだけど、コンセントを挿さずに長期間放置しておくと SRAM のデータ保持用電池が消耗するのだ。 SRAM？ はメモリの一種なのだ。メインメモリの DRAM よりも高速に読み書きできるのだ。速度は今回の件には関係ないのだけど、省電力なので初期設定や時計を電池で保持するのに使われる。昔のゲームカセットで冒険の書を保存するやつ、あれと同じ仕組みなのだ。電池が切れると保存したデータが消えるのだ。パソコンの場合だと日付が発売日に戻ったり、起動ドライブの場所を忘れて起動しなくなる。そもそも電源が入らない機種もあるのだ。なるほど。タウンズの場合は少し特殊で、電池が切れるとコンベンショナルメモリより上のメモリ空間が使用できなくなる。つまり 640KB までしか使えないのだ。さっき見たエラーですね。そうなのだ。3つ目はキーボードで入力できないなのだ。91年製の骨董品だからキーボード側が怪しいけど、タウンズが原因の可能性もある。今のところわからないのだ。そんな。キーボード単体でもそこそこ出品されるけど、いつ出るかはわからないのだ。相場は1から2万円ってとこなのだ。割と高いし、どうせすぐには手に入らないので、とりあえず分解して調べてみるのだ。治らない場合はあれを使うのだ。あれ？次回のお楽しみなのだ。4つ目はマウスがないなのだ。こちらも不定期に出品されるし価格はピンキリなのだ。もう少し家を探して見つからなかった場合はこちらもあれを使うのだ。また次回ですか？そうなのだ。5つ目はゲームパッドがないなのだ。ゲームパッドですか？これなのだ。コントローラーですね。そうとも言うのだ。
評判も良くなかった。なので別のものでも構わないのだ。別のコントローラーも使えるんですか？コネクタとピン配列が同じなら大体使えるのだ。 TC88、MSX、X68000 なんかのも同じなのだ。そもそもシンプルな仕組みだからファミコンやメガドライブのやつでもコネクタと配線を改造すれば普通に使えるのだ。なるほど。ということで問題点はこんなところなのだ。上の2つは手間がかかる。下の3つはお金がかかる。そんな感じなのだ。大変ですね。みんなも衝動買いには気をつけるのだ。続いてはそもそもの話をするのだ。まずは FM タウンズとは何かという話からなのだ。前回スルーしましたからね。 FM タウンズとはかつて富士通から販売されていたハイパーメディアパソコンなのだ。ハイパーメディアパソコン。持ち前のマルチメディア性能を生かして教育やゲームに強いパソコンなのだ。マルチメディア性能ですか？具体的に言うと CD-ROM ドライブが標準搭載でグラフィック性能、サウンド性能、そして32ビットの CPU 搭載なのだ。テレビチューナーやビデオキャプチャなんかのオプションもあったのだ。なるほど。というわけでスペックの紹介なんだけど、年式やモデルによって違うのだ。種類も多くてややこしいのだ。なので今回は FM タウンズとして使われることが多かった386搭載機に絞って紹介するのだ。 FM タウンズとして使われるとは。後半になると普通のパソコンとして使われることが多かったのだ。特に白タウンズみたいな横型の486搭載機なのだ。ほとんどが Windows 機として使われていたのだ。このシールからもわかるように通常の電源投入時には内蔵のハードディスクから Windows 3.1 が起動するのだ。タウンズ用の CD が入っているとそれが起動するのだ。ある意味おまけ的な扱いなのだ。なるほど。なぜこうなったかというと、この頃になるとホビー機としてはオワコン化しつつあったのだ。ゲーム機だとプレステやセガサターンみたいな32ビットな次世代機の情報でにぎわっていたし、事務専用の国民機と言われていた PC98 もマルチメディア化を進めたのだ。そこで富士通のパイプを使ってお役所相手に売ることになったのだ。あくまでイメージです。なので日本中の学校なんかに導入されることになったのだ。なるほど。これがライバル視されていた X68000 との違いなのだ。一時期は NEC の PC98 シリーズに肩を並べるほど出荷されたのだ。すごいですね。しかし学校教育への導入には一つの問題があったのだ。何ですか？富士通の独自システムなのだ。タウンズ OS の使い方を学習しても社会に出るとほとんど存在しない。ああ、なるほど。まあそれまでの情報教育も大差ないんだけどね。技術の時間にちょろっとロゴとかいじるだけじゃん。 CASL になんてマシン実在しないし。いろいろあるんですね。というわけでウィキペディアの情報をまとめたのだ。ぶっちゃけますね。まずは初期のシリーズ FM タウンズなのだ。 CPU はインテルの32ビット CPU80386DX を搭載しているのだ。この世代は全部 16MHz なのだ。続いて FM タウンズ2の分離型なのだ。
縦型と横型があるけど使える写真がなかったのだ。 CPU は i386DX を搭載しているのだ。アメリカの商標権の都合で型番が変わったけど、基本的には 80386DX と同じものなのだ。まあ厳密にはバグ対策とかプロセスルールとか違うのだけど、縦型の CX が 16MHz、 横型の HG が 20MHz なのだ。続いて FM タウンズ2の一体型なのだ。一体型モデルは廉価版扱いなのか、外部バスが16ビットに削減された 386SX を搭載してるのだ。 UX が 16MHz で UG が 20MHz なのだ。外部バスって何ですか？外部バスとは文字通り CPU が外の世界とやり取りするバスなのだ。簡単に言えばデータを運搬する通信線とかそんな感じなのだ。広いほど多くのデータを早くやり取りできるのだ。一体型のタウンズはそれが狭いと。そうなのだ。それから一体型のタウンズはコプロセッサの増設もできないのだ。コプロセッサって何ですか？この場合のコプロセッサとは FPU のことなのだ。 FPU って何です？ FPU はフローティングポイントユニット。日本語にすると不動小数点演算装置なのだ。 IEEE754 の規格にのっとった実数の演算が可能なのだ。意味がわかりませんよ。説明が難しいのだけど、要するに小数の計算ができるのだ。 6.02214076×10 の23乗みたいな感じのやつなのだ。計算しやすくするために小数点の位置を移動させて仮数部と指数部で表記する。だから不動小数点なのだ。二進数だとこんな感じだけど、説明すると頭が沸騰するから省略するのだ。なんとなくわかりましたけど、 FPU がない場合は小数の計算はどうするんですか？ああ、それね。 FPU がない場合は CPU の中の人が力技で計算するのだ。ちなみにとても遅いと困りませんか？困るならお金を払うといいのだ。そんな。ちなみに分離型のタウンズにはソケットが用意されているから、コプロセッサの i387 を買ってソケットに取り付けるのだ。後付けできるんですね。できるのだ。それから当時はプログラム側でも小数を使わない工夫をしていたのだ。どうするんですか？例えば内部では整数で計算して表示する時だけ小数に戻すのだ。なるほど。この例だと赤字だけどね。人間に分かりやすく1000倍にしてあるから効率は良くないのだ。1024倍のような二進数で切りの良い数字を使ってビットシフトを駆使するともっと早く計算できるのだ。まあペンティアム以降は FPU を標準搭載しているからマイコンの世界くらいしか出番のない技なのだ。ということでメモリの仕様なのだ。モデルによってかなり違うのだ。標準搭載量や最大容量が異なるし、スロットの数もいろいろなのだ。メモリの容量はいろいろと。ちなみにウプ主が持ってた FM タウンズ 2UX の場合、最初から内蔵しているのが 2MB で8MB までのメモリモジュールがさせるのだ。つまり合計で 10MB まで搭載できるのだ。少ないですね。 10MB あればタウンズのソフトや Windows 3.0 を動かすくらいなら特に支障はないのだ。なるほど。まあこれも廉価版仕様なのか、他のモデルならもっと搭載できるのだ。グラフィック機能はこんな感じなのだ。一
一番上が基本の画面モードで、解像度は 640×480 の VGA サイズ。1677万色のフルカラーの中から256色のパレットを選んで使えるのだ。なんかややこしいですね。時代的に仕方ないのだ。真ん中の画面モードは主に写真やビデオ用なのだ。解像度が狭い代わりに同時に表示できる色数が多い。表示速度と表現力重視なのだ。後裏画面が使えるからちらつきも低減できるのだ。一番下のモードは事務用の FM、R や PC985 間の画面モードなのだ。解像度や色数が同じだからソフトを移植するときに役に立つのだ。描き直さないで済むんですね。スプライトの仕様はこんな感じなのだ。スプライトをレモンライムのドリンクではないのだ。じゃあ何なんですか？スプライトは簡単に言えば小さな画像なのだ。昔の RPG やアクションゲームで背景に並べられてるあれなのだ。こんな感じのやつなのだ。あ、それですか。キャラクターやマックタイルに使うのだ。一枚絵で背景を描くよりも並べる手間はかかるけど記憶容量を節約できるのだ。昔のゲーム機は容量が少なかったから重宝されたテクニックなのだ。なるほど。タウンズもゲームが売りの一つなのでスプライト機能を搭載している。PC98 なんかはこれがなかったから自力で実装する必要があったのだ。スプライト機能があれば画像を登録しておいて表示したい時に番号と位置なんかを指定するだけで自動で描いてもらえるのだ。それは便利な機能ですね。二次元ゲーム機の時代はこのスプライトの能力がグラフィック性能の指標だったのだ。なるほど。ちなみにライバルはこんな感じなのだ。じっくり見たい場合は一時停止してね。ちなみにこの数字は使用する画面モードや背景画像との併用で減ったりするからあくまで参考値なのだ。間違いがあったらごめんね。比べてみるとタウンズは CPU パワーに物を言わせて小さめのスプライトを大量に敷き詰める方針なのがわかるのだ。力技ですね。ちなみにゲーム機の性能には背景画像やスクロール、回転や拡大縮小などのエフェクトも重要なので某ゲーム機のように枚数だけ多ければというものでもないのだ。なるほど。サウンドの仕様はこんな感じなのだ。なんかいろいろここら辺は前回も少し触れたのだ。 PCM 音源は実際の生音からサンプリングした音を再生できる。音としてはこんな感じなのだ。要するに録音したリアルな音が再生できるのだ。普通じゃないですか。 PCM はデータ容量が大きくて当時としては計算負荷も高いのだ。なので要所でのみ鳴らす感じなのだ。新幹線が通過します。なるほど。次は FM 音源なのだ。こちらは PCM のような生音と違って周波数変調、つまり計算で波形をいじって音を作るのだ。音としてはこんな感じなのだ。仕組みとしてはシンセサイザーなんかが近いのだ。ちなみに FM、タウンズの FM とは関係ないのだ。 FM 音源はゲームなんかで少し良い感じのサウンドとして使われていたのだ。
わかるのだ。ところで FM ってラジオの FM ですか？まあ意味的には同じなのだ。 FM ラジオは音声信号に合わせて反送波の周波数を変化させる。つまり2つの波を入力すると結果が出てくる関数と言えるのだ。 FM 音源はこんな感じで元の波と関数を組み合わせて音を作るのだ。分かったような分からないような。タウンズの FM 音源はヤマハの YM2612 なんだけど、これはアーケードゲームなんかで広く使われていたのだ。メガドライブにも搭載されているのだ。ゲーム機向けなんですね。そうなのだ。次はミディ音源だけど、前回話したから音の感じだけを。ちなみにミディ音源と一括りにしているけど、中身は FM や PCM で鳴っているのだ。通信規格に準拠していればいいわけで、音の出し方自体は決まっていない。木魚を電磁石で叩いて鳴らすミディ楽器もありえるのだ。これくらいにしておくのだ。詳しくは初級編を見てね。あとは CD、DA なんだけど、これは CD に収録された音声トラックを垂れ流す機能なのだ。ゲームの中で歌を流したり喋らせたりするのに役に立つ。便利ですね。欠点としては若干レスポンスが悪いのと、 CD-ROM から他のデータを読み込みたい時に都合が悪い。あと CD プレイヤーで再生されるとネタバレのリスクがあるのだ。あらら。最後のはそのままサウンドトラックとして楽しめるという利点にもなるのだ。なるほど。実演してみるのだ。一応ネタバレ注意で。失われた航海からの帰還か。妖魔の仕業に間違いないね。こんなことするのは。封じ込められた魂の悲しみを感じます。みんな、ユキの話は聞いているな。はあ、夢にまで見たタイタニック号の中だ。こんな時が来るなんて信じられないくらいに嬉しいよ。これはすごい。実際にはこんな形をしてたんだ。あれ、これは何だろう。見たことはないぞ。あ、亡霊たちが泣いているわ。悲しい声。あの子たちも。これでよかったんだ。あの船は彼らの墓場として深く暗い海底で眠り続けるだろう。ということでサウンド関係はこんな感じなのだ。スペック紹介も大体済んだから、そろそろまとめに入るのだ。10期のタウンズは現在修理中なので、完成したら続きを投稿するのだ。それから前回の動画でタウンズ OS の技術的な話がもっと聞きたい的なコメントも来ていたので、ドスエクステンダなんかの話も一緒にやる予定なのだ。あと前回やらなかったタウンズ OS の使用感なんかも紹介したいと思うのだ。それは楽しみですね。チャンネル登録をしてベルのマークの通知設定をすると投稿時にお知らせされるらしいのだ。テンプレオツ。ちなみにいつものブラウン管を乗せたら潰れそうなので液晶モニタも買ったのだ。マジやばくね。動画からの収益プライスレス。チャンネル登録者が増えるとずんだもんの精神が回復するのだ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうなのだ。また見てね。また見るのだ。